ねえねえゆきり、最近ログインするときパスワードの他にもスマホにコードが届いたりするじゃないか。あれって何なの？いい質問だね。あれは多要素認証、英語で MFA って呼ばれるものだよ。パスワードだけじゃなく、もう一つ以上の確認を組み合わせてセキュリティを強くする仕組みなんだよ。要素って何ぜ？なんか難しそうだな。要素は大きく3種類あってね。知っていること、持っていること、自分自身であることの3つだね。パスワードは知っていることの代表例だよ。3種類。じゃあ持っていることって何なの？スマホに届くワンタイムパスワード、つまり使い捨てのコードや専用の IC カードなんかがそれだね。物理的に持っていないと使えないものだよ。はあ、さっきスマホに届いてたやつか。自分自身であることってのは？指紋認証や顔認証のことだよ。体の特徴そのものを使うからなりすましが難しいんだよ。この3種類のうち2つ以上を組み合わせるのが MFA なんだよ。なるほどな。パスワード1個だけより鍵が2個ある感じか。すごいぜ。でもなんでパスワードだけじゃダメなの？パスワードを長くすればいいんじゃないの？実はね、パスワードはいろいろな方法で盗まれる可能性があるんだよ。フィッシング詐欺の偽サイトに入力させられたり、データ漏洩で流出したりすることがあるんだよ。じゃあどんなに長くしても意味がないの？長いパスワードは推測されにくくなるけど、盗まれてしまったらそれだけでは守れないね。だから MFA でもう1枚の盾を用意するわけだよ。実はね、ここで驚きの事実があるんだよ。マイクロソフトの調査によると、MFA を使うだけでアカウントへの不正アクセスのなんと 99.9% 以上を防げると言われているんだよ。99.9%？ ほぼ完璧じゃないか。じゃあ MFA をオンにすれば絶対安全なの？残念ながらそうとも言い切れないんだよ。実は MFA にも突破される手口があるんだよ。そうなの？どんな手口なんだぜ？まずリアルタイムフィッシングという手口だね。攻撃者が偽サイトを作って、あなたがパスワードとコードを入力した瞬間にそれを本物のサイトに使ってしまうんだよ。なるほどな。つまり盗んだコードをすぐに使うわけか。コードって時間制限があるのに。そうだからリアルタイムなんだよ。もう一つは MFA 疲労攻撃という手口でね。攻撃者がわざと何度も MFA の承認通知をスマホに送り続けて、うんざりしたユーザーが誤って承認を押してしまうのを待つんだよ。うるさいからつい押しちゃう感じか。それはひどいぜ。だから身に覚えのない MFA 通知は絶対に承認しちゃダメだよ。それと SIM スワップといって携帯電話番号を攻撃者に乗っ取られると SMS のコードも盗まれてしまうんだよ。なんか怖くなってきたぜ。じゃあ MFA って意味ないの？そんなことはないよ。手口があるとはいえ MFA なしよりずっと安全なんだよ。大事なのはより安全な MFA の方法を選ぶことだね。より安全な方法って何なの？ SMS のコードよりスマホの認証アプリや物理的なセキュリティキーの方が安全だよ。フィッシングサイトでは使えない仕組みになっているものもあるんだよ。なるほどな。SMS より認証アプリ、それよりセキュリティキーって感じで段階があるんだな。じゃあ今日のまとめだぜ。MFA は知っていること、持っていること、自分自身の要素を組み合わせてパスワードだけより安全にする仕組みなんだな。そうだね。そしてリアルタイムフィッシングや MFA 疲労攻撃みたいな突破手口もあるから、身に覚えのない通知は絶対に承認しないこと。そしてできれば SMS より認証アプリやセキュリティキーを使うのがいいんだよ。 MFA は万能じゃないけど使わないよりずっとマシ。そしてより強い方法を選ぶのが大事ってことだな。すごいぜ。勉強になったぜ。みんなもまず使っているサービスで MFA をオンにしてみてね。セキュリティの第一歩だよ。今日もゆっくりしていってね。